電気自住職三木田윤です。本日はですね、死者はどこへ行ったかというふうな話をちょっと怪談話を交えてお話しさせていただこうと思います。この話はですね、実際に私のお寺であった話なんですけれども、お寺で、最近お葬儀というと大体会館借りたりされるんですけども、うちのお寺は結構お寺で葬儀をされる方も多くおられまして、でそんな中でね、非常に私がちょっと印象に残ったお葬式がいくつかありまして、その中の一つなんですけども、ご両親ともにお亡くなりになられまして、で親戚の方がお葬式をされたんですけども、そのご両親亡くなったお子さんがおられまして、でそのお子さんがね、ちょうどその時で4歳か5歳だから、本当にお父さんお母さんが亡くなったことがこの子には分かってるのかなというふうな年だったんですけども、親戚の方とかも皆さん説明されるんですね。お父さん亡くなったよ、もう会えなくなったよとかね、言うんですけども、結構気丈夫な子だったのかなと思ったんですけど、その時も「うん分かってる、うん分かってる」って言って、事の亡くなられたこととかもちゃんと理解はしてるんだろうなと私も思ってたんですね。で枕行って言いまして、亡くなられたらまずご遺体のところでお経をあげさせていただくんですけども、その前にいろんなお膳を死者の方にお供えしたり、してたんですね。そうするとその子供さんがずっと近づいてきて私にね「ねえねえお坊さん、トイレどこ?」って聞くんですよ。で「トイレそこやで」って言って教えてあげたら「分かった」って言って、でトイレ一人で行けるって聞いたら「僕が行くんじゃないからいいの」って言うんですよ。で誰か他の方が行かれるのかなと思って見てたら、特にそういうわけでもないんですね。でその子を見てますと「トイレそこやって」とかって誰かに言ってるんですよ。でもその言ってる先を見ると誰もいないんですね。でどうやらこのお子さんには何か霊のようなものが見えてるんでしょうね。でそう誰かに教えてくれたんありがとうなんてこの子に言ってたんですよ。でしばらくしますとね、亡くなられた方にお供えしてあるお膳があるんですけども、そのお膳を指さして「お坊さんこれ食べていいの?」って聞いてくるんです。でダメダメ、これはね亡くなったお父さんお母さんのご飯だから、これは私たちは食べたらあかんやでって言ったら「じゃあお父さんお母さんは食べていいの?」って聞くんですよ。でももちろんお父さんお母さんのためのご飯やからお父さんお母さんは食べていいって言ったら、その子が「食べていいって」って言ってまた宙を見て喋るんですよ。でそこで気づいたんですけども、この子にはお父さんお母さんの霊が見えてるんだなと思って、今お父さんお母さんどこにいはるのって言ったら、なんかご飯のところに頭近づけてるとかって言うんですよ。でそうで、さっきトイレ行ったの誰って聞いたらお父さんって言うんですね。で親戚の人たちもみんなちょっとびっくりしながらその子を見てたら、なんか急にね「うん全然大丈夫」その子がずっと宙に向かってなんか喋り始めるんですね。でどうやら子供さんの受け答えだけを聞いてると、お父さんお母さんが非常に子供さんのことをやっぱり心配されてるような内容で、一人で大丈夫とかっておっしゃってるんでしょうね。大丈夫大丈夫、一人でも寝れるとかっていうことをその子供さんが宙に向かって言ってるんですよ。でそれを聞きながら私もなんとなく胸が熱くなりましてね。でそうか、お葬式が終わるとね、亡くなった人たちっていうのは世と呼ばれる世界に行かれるかもしれないし、これが本当の最後の別れなのかなと思いながらその話を聞いてた。ですると「分かった分かった、大丈夫大丈夫」って言って「一人で寝れるから」って言って、その日は帰ったんですね。でお通夜を経てお葬式になって、で私ね何度もお葬式を挙げさせていただいたんですけども、一番辛いのがどこかって言いますと焼き場なんですね。私たちの世界ではお山という言い方するんですけれども、私たち人間というのは目で生きてるんですよね。ものを見て。で亡くなられた時も悲しいんですけれども、まだご遺体という形で亡くなられた方の姿があるうちはねまだマシなんです。でも最後火葬場へ行ってお山へ行ってご遺体を焼くシーンっていうのはもうこれでその姿そのものが見れなくなるので、もう本当に一番辛いんですよね。
でそこへそのお子さんが連れて行くかどうかって親戚の方も悩まれたんですけども、最後までこの子には見せたいっていうことで一緒に行かせていただいたんですね。ゆっくりと棺が火葬場の中へずっと入っていって、でエレベーターのようなところがあるんですけども、そこからシャッターがずっと閉まっていくんです。でそれに向かってみんなでお経を唱えて手を合わせながら、じゃあこれで次お父さんお母さんが出てこられる時にはもうお骨になってられるからねっていう話ももうその子に伝えたら、分かってる、大丈夫、もう本当にね落ち込んだ様子が全くなかったんですよ。でじゃあ一旦これでお骨になって、シャリを収集シャリした後にまたお寺へ戻って今度初七糠法要をするということで皆さんお寺に戻ってこられて、でそこで私ねそのお子さんにお聞きしたんです。お父さんお母さんお骨になったけども今お父さんお母さんどうしてはるか分かるって聞いたんですね。そうするとここにいはるって言うんです。で私はそうか、もしかすると遺体というものがなくなってお骨になっても霊体っていうのはまだそのままの姿でついてこられるんだな、要するに私たちが言う世っていうところはどのタイミングで行かれるのかなと思いながら法要をまた務めさせていただいて、で初七糠法要が終わったんですね。で終わってからその子がまた一人で喋り出すんです。急に「分かった、分かったわ、大丈夫大丈夫、じゃあそうして」ってなんか言うんですね。でしばらくするとその子がね胸を押さえてるんですよ。で私思わず声をかけましてね「今またお父さんお母さん何か言うたはったの?」って聞いたら、お父さんお母さんが一旦見えなくなるけども近くにいるから大丈夫って僕に言ったって言うんですよ。でお父さんお母さんにどこに行くのって聞いたら、今からあなたの胸の中に入るって言った。でスーッとねその子が胸を押さえたらずーっと胸があったかいんですって。でお坊さんも触ってみるって言われて私も触らせてもらったら、いや胸がなんとなくあったかいんですよ。でお父さんお母さんは僕と一緒の体の中にいてくれる、そう言って法要を終わらせてもらったんですけども、実際ねこの亡くなられた方はどこへ行かれるか、世であるだとか一緒にいるだとかお墓におられるだとかっていうことがいろいろ言われてますけども、実際どうなのかなと思いましてね。でこの子の例で言いますと亡くなった方は私たちの体の中にいることになりますし、でこれをどうかということをお経の中に、ないかなと思って調べてみたんですね。そうするとお経の中には亡くなった方たちはどこへ行ったかっていうことが書かれてるんです。で実はこの話を、させていただいたのはなぜかって言いますと、直接ちょっとメールをいただきまして、ある方から、最近ご兄弟の方が亡くなられてぽっかりと心に穴が開いてる、なかなか亡くなったことを現実として捉えられない、この苦しみをどうやって逃れたらいいかというようなメールをいただきましたので、もしかするとちょっと答えの一端になるんではないかなということでこのお話をさせていただいてるんですけども、お経の中には亡くなられた方っていうのは地獄に行ってられるとか天国に行ってられるとかいろんなことが説かれてるんですが、実はお経には即世道場というふうに書かれてるんですね。もちろん悪いことをした方は地獄に行ってられたり、いいことした方は天界に行ってられたりはするんでしょうけども、即世道場なんだというふうにお経には書いてある。じゃあこの即世道場とは何かっていうと、すぐもう思った時が道場である。で道場っていうのはどういうことかっていうと、いわゆる本道とかっていうところを道場という呼び方をお経の中ではするんですけども、要するに亡くなられた方のことを思ったらそこにその霊はやってくるという意味なんですね。ですからこのお子さんがお父さんお母さんのことを思い出した時一緒にいてくださるんです。でこのメールをくださった方もそうですけども、ご兄弟の方が亡くなられた、そのご兄弟の方を思って手を合わせたら、そこがすなわちこれ道場なりっていうので即世道場という書き方がされてるんですけども、亡くなった方っていうのはいわゆるねモニタールームみたいなところに行くそうですよ。いろんなモニターがある。でこのモニターが電気がついたり消えたりしてるんですね。でどういうことかっていうと、例えば日本で兄弟さんのことを思って手を合わせたら、
その死後の世界でパッと一つのモニターがつく。で、今私のことを思ってこのモニターがついて、私のことを思ってお線香をあげてくれてるなと思うと、それが見えるそうです。でまた他の人がアメリカとかで手を合わせてくれたら、そのアメリカのモニターがパッとついてそこでも見える。どこでもそうなんですね。ですから私たちが亡くなった方のことを思ったら、死後の世界のモニターがつくというふうに考えていただいたらいいと思うんですけども、ただですね、このモニターにはすごい機能がありまして、私たちが例えば警備会社さんなんかそうですけども、いろんなモニターがありますね。でそこで緊急で駆けつけなくちゃいけないと思っても駆けつけないといけないですけども、霊界はそこが違うんです。そのモニターの中に直接入っていくことができるんですね。ですから私たちが寂しいな、あの人と会いたいな、私で言うと父親が亡くなってるんですけども、父親のことを今思って手を合わせると、まさにここがすなわちこれ道場なりで本堂と一緒になりまして、亡くなった方がそれを聞きに来てくださる、供養を受けに来てくださる。ですから私たちは目で生きてる生き物ですから、姿が見えなくなるともう亡くなった、だから寂しいなとか落ち込むこともあると思うんですけれども、決して落胆ばかりされることないと思うんです。いずれ私たちもその世界行きますし、で私たちこの目に見えない世界ですけれども、亡くなられた方っていうのは手を合わすと、その方のことを思うとそこへ現れてくださるんで、寂しい時にはですね、手を合わせて、お焼香なりお線香なりを立てて、今自分は元気にしてますよというふうな報告をしていただけたらなというふうに思います。寂しい気持ちっていうのはね、なかなかそれだからといって取れるもんではないですけれども、このお子さんの例と一緒で一緒に亡くなった方は私たちといてくださるというふうなことを忘れずに、これからも頑張って、生活していっていただけたらなというふうに思います。ということで本日の私の話を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。